皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを解説していきます。戦争が日常化することによって、多くの人々がウクライナに対する関心を徐々に低下させています。そのため、視聴率が取れないといったこともあって、地上波のニュース報道においても、ウクライナ関連のニュースは縮小気味です。しかし、軍事力を用いて他国の領土を奪う、そして戦争犯罪が日常的に発生していることを忘れてはなりません。このような状況を許すことそれ自体が、他の地域での戦争を誘発する要因となっていることを忘れてはならないのです。さて、現在の情勢下における大きな枠組みとしては、アメリカによるウクライナ停戦協議がロシア側に対して持ちかけられています。しかし、現在のところ、全く成果は上がってはいません。アメリカ側としては、戦争犯罪を全く追及しない。戦争犯罪者についても全く無視する。それでいて、ロシア側の要求をなるべく受け入れるものとしていますが、だからこそ、足元を見られて何も決まらないような状態に陥っています。もはや何をやってもアメリカ側がロシアに対して強く出てくることがなさそうな雰囲気なので、ロシア側の行動はさらにエスカレートしています。ロシア軍が何をやってもアメリカが追及してこないといったことが鮮明になったことにより、ロシア軍の戦争犯罪が加速しています。ウクライナ民間人164人死亡、3月死傷者は 50% 増。国連ウクライナ人権監視団は、ロシアの侵攻が続くウクライナで3月少なくとも民間人164人が死亡し、910人が負傷したとの報告書を公表した。死傷者は2月から約 50% 増加し、昨年3月と比べると 70% 以上増えた。ウクライナの外相は、アメリカの政権が示した停戦案について、ロシアが受け入れを拒み、ウクライナの民間人に対するテロ行為をエスカレートさせ続けた。ロシアは和平の唯一の障害だと批判した。前線における戦いは、双方ともに軍隊同士における戦闘行為です。しかしここで問題となっているのは、民間人を狙ったロシア軍の攻撃です。ロシア軍が市街地を狙った攻撃は連日のように発生しています。住宅街であったり、商店街であったり、学校や病院、その他公共施設なども無差別に攻撃が行われています。ウクライナ側の報道ではそのような一般市民の犠牲者が出続けていることを連日のように伝えています。なお、ロシア側はそのような攻撃被害について常に軍人を狙ったものであるとして死亡している一般市民について正当な戦争行為の結果であると主張を続けています。住宅地を走るバスが攻撃され、一般市民が多く亡くなっていることなども含めて、ロシア側はそれが軍人たちだったと言い放つなど、嘘にまみれた主張を繰り返しています。ところがトランプ大統領はこうしたロシア側の意見に対してそれを広く受け入れて、むしろ他の国々にも批判しないようにと呼びかけを行っている始末です。そのような動きが G7 の他の諸国に対しても鮮明に示されています。アメリカ、G7 にロシアの攻撃非難する声明承認しないと通知。アメリカは他の G7 の主要国に対して多大な犠牲を出したロシアのウクライナ攻撃について非難する声明を承認しないと通知した。ロシアとの交渉を維持しておきたい考えからだという。キリスト教の受難の日にあたる日、ロシアはウクライナ北東部に2発の短距離弾道ミサイルで攻撃。1発はクラスター弾が搭載されていた。この攻撃で教会に参列していた子供を含む少なくとも35人が死亡、119人が負傷した。だがトランプ政権は和平交渉の余地を維持するため取り組んでいることを理由に、この攻撃を非難する声明に署名することはできないと、他の G7 諸国に伝えてきたと関係者が明らかにした。この関係者によると、今年の G7 議長国を務めるカナダは、アメリカの承認なしでこの非難声明を前に進めることは不可能だと G7 諸国に通知したという。トランプ大統領としては、ロシア側のご機嫌を取り続けたいがために非難声明には賛同できないとしています。このような態度が、さらにロシア軍の行動をエスカレートさせる要因ともなっています。一方でトランプ大統領はウクライナから利益を得ることに関しては少しでも早く話をまとめたいとしています。アメリカ政府、ウクライナ支援の見積もり大幅減額。トランプ政権は2022年のロシアによる侵攻以来、ウクライナに提供した支援総額の見積もりを3000億ドルから約1000億ドルに引き下げた。トランプ大統領はロシアとウクライナの和平交渉の一環として、ウクライナとの鉱物資源取引を求めている。トランプ氏はまた、この取引をウクライナに提供した軍事支援
数十億ドルを回収する手段とも考えている。トランプ大統領はバイデン政権が行ってきたウクライナ支援を全否定しています。そのため、無償支援したものについて、いやいや、それは前の政権が勝手に送ったものであって、トランプ政権としてはそのようなものは認めない。送ったものはすべて供与ではなく貸付である。つまりそれらについて全額返済しなさいといった形で、ウクライナに対して利益供与を求めています。その際に支援しているものよりもさらに増額、つまり利益を上積みしたものとして3000億ドルを提示しました。しかしこれではなかなかウクライナが了承しないために交渉が前に進んでいません。そのため現実に行った支援額を元にした額へと引き下げて、ウクライナの鉱物資源取引を成立させようと図っています。なお、アメリカからウクライナに対する軍事支援のお金の流れなのですが、2つあります。まず第一に、米軍在庫のものをウクライナへ供与する。これに関しては、アメリカ政府がアメリカの軍需企業に対してお金を支払って物品を作り、それを米軍に納入してきました。それらについて帳簿上値段がついているわけなので、ウクライナに中古品が渡っていきました。ですから、決してアメリカ政府がウクライナ政府にお金を渡して、それをもってして何か兵器が作られるわけではありません。もう一つのお金の流れが、アメリカ政府がアメリカの企業に対して発注しお金を払い、新しく作られたものをウクライナに渡すというものです。やはりこちらでもウクライナ政府がお金を受け取るわけではありません。しかし、この2つの大きな流れに関してトランプ大統領は、いやいやそのお金の流れすべての分をウクライナが支払うべきだとしています。かなり無茶苦茶な理論だと言えるでしょう。しかし、ウクライナとしてはアメリカからの支援があった方が当然良いわけなので、この無茶苦茶な理論のトランプ政権といかにして折り合いをつけるかが外交上の大きな課題となっています。そして、ウクライナに対する支援、アメリカのトランプ政権が新しい予算を全く獲得していないがために、どこの国が今度はウクライナ支援の主体になるかが焦点となっています。現在は EU という大きな塊としてウクライナに対する支援を行おうとしていますが、単独国家としての一位としてはドイツが有力視されています。そしてドイツでは政権交代が発生しており、従来は支援リストに入っていなかった巡航ミサイルタウルスの供与について議論が進められています。モスクワタイムズの記事より、イギリスはロシアの奥深くまで攻撃可能なドイツのタウルスミサイルのウクライナへの移転を指示した。こちらの写真がドイツ製の巡航ミサイルタウルス。射程は500キロで、従来ウクライナに供与されていたイギリス、フランスの巡航ミサイルよりも射程距離が長いものです。ドイツの新しい政治指導者メルス氏は、ウクライナに対する支援は増強すべきだとして、このタウルスの供与についても検討リストの中に入れています。ただし条件として他のパートナー国がこの供与に対して賛成の意思を示してくれることが大事だとしています。特にイギリス、フランスの2カ国が歩調を合わせてくれることが重要だとしています。その中でイギリスがメルス氏の考えを支持すると表明しました。あとは残ったフランスのマクロン大統領がこの動きを加速してくれるかどうかです。そしてドイツ国内の世論の動向も目が離せません。アメリカによる軍事支援が大幅に減ることによって今度は単独国家としてドイツの軍事支援が突出することとなります。その際、ドイツ国民がプーチン大統領から目の敵にされることをやや恐れている面があります。そのため、ドイツ国内において巡航ミサイルタウルスの供与についての賛成は過半数に達していない状況なのです。新しいドイツの指導者メルス氏がそうしたドイツ世論の賛同をいかにして高め、ウクライナへのミサイル供与を実現するかが今後の注目です。一方、ロシアに支援を行っている北朝鮮の関連ニュースも見ておきましょう。産経新聞の記事より、ウクライナ戦争で負傷した自国兵を虐殺し、保証金を稼ぐ北朝鮮。北朝鮮は昨年10月に約1万2000人の将兵をロシアに派遣したが、今年1月にさらに約2万人を追加で派兵した。驚くのは、計約3万2000人のうち、3月末時点で戦死者は約1万人で、負傷者も1万人以上に上るのだという。通常、戦死者と負傷者の数が1対1になることはなく、負傷者の方が2倍になるものだ。なぜこんなに戦死者の割合が高いのか。北朝鮮は重度の怪我を負って治療しても、身体障害者となると判断された兵士に対し、現地で薬物注射をして
殺しているとされる。重傷者を帰国させると、戦死者が多い実態が漏れるだけで、身体障害者となれば労働力にもならないので、殺しているという残酷で、理不尽極まりない話である。そして戦死者の遺体は現地で処理され、家族の元には何も戻らない。居住地の朝鮮労働党組織が家族には訓練中に死亡したとして死亡証明書を渡し、絶対に他人に漏らすなと言命しているが、死亡保障金なども一切支払われていないという。ロシアは派兵された北朝鮮軍に対し、将校は月給2500ドル、兵士は同2000ドルを支払い、死亡時には保証金として3万ドルを出しているが、これは全額が金正恩総書記の懐へと入り、家族には1円も入らないというのである。1ドル143円で単純計算すると、金正恩氏は将兵の月々の給与に加えて、約1万人の死亡保障金も懐に入れているとされる。この額は430億円近いという。自国民の命を何とも思わなければ、まさに濡れ手で泡なのだろう。もう一つの情報は、北朝鮮の原子力潜水艦建造に対し、ロシアのプーチン大統領が全面協力しているとの報道がある。当初はロシアがどこまで協力するか疑問視されていた。ところが、ロシア側は、原潜の設計図も必要な特殊鋼板も小型原子炉もすでに北朝鮮に提供しているという。北朝鮮による派兵がプーチン大統領にとっては本当にありがたかったということではないか。北朝鮮が核ミサイル搭載型の原潜を保有すれば、大陸間弾道ミサイルを使わずともアメリカ本土を核攻撃できる可能性が出る。そんなアメリカ本土が脅かされる事態になることをトランプ大統領は許容するだろうか。日本は当然として国際社会はもっと北朝鮮の動向と実態に目を向けるべきだと改めて感じた。産経新聞の記事は多くの兵士たちが戦場へと送り込まれているが、そこでロシアが支払っている給与や死亡保障金などについては、金正恩体制を強化することに使われているという内容でした。そして兵士だけではなく弾薬類などについても、北朝鮮はロシアにせっせと支援を行っています。北朝鮮、ロシアに400万から600万発の砲弾供給か。北朝鮮がこの1年半余りの間に400万発から600万発の砲弾を供給したとみられることが、ロイター通信などの調査で分かりました。ロイター通信は、ロシアが戦場における弾薬をどれほど北朝鮮に依存しているかを示しているとしています。おととし9月から先月までの1年半余りの間に、ロシアのコンテナ船4隻が北朝鮮東部からロシア極東の港に向けて64回の航海を行ったことを確認されたということです。この際に1万6000近くのコンテナが輸送され、少なくとも400万から600万発の砲弾がロシア軍に供給されたとみられるとしています。また、ロシア軍から入手した複数の文書を検証したところ、砲兵部隊の中には、ある特定の日に使用した砲弾の全てが北朝鮮製だった部隊もあったと明らかにしました。今回の調査についてロイター通信は、ロシアが消耗戦を続ける上で、戦場における弾薬をどれほど北朝鮮に依存しているかを示しているとしています。そして、ロシアが北朝鮮にものすごく頼るようになった状況というのは、国際市場においても変化をもたらすものです。モスクワタイムズの記事、インドは武器市場でロシアに代わることを決定した。過去5年間でロシアの世界市場への武器供給が 64% 減少したことで、インドに新たな機会が開かれた。インドのモディ首相は、同国を iPhone だけでなく、武器の世界的な工場にしたいと考えている。インドがロシアから市場を奪い、伝統的な顧客に砲弾、ミサイル、ヘリコプター、軍艦を販売する可能性が高い。戦闘が行われているのはウクライナ領内を中心としていますが、だからといって戦争の趨勢を決めるのが、ウクライナとロシア、その2つの国だけの事情を見るだけでは十分ではありません。周りの国々でどのような動きが起こっているかも戦場に対する影響力を持っています。ロシアは自国単独だけではウクライナと戦いを進めることができなくなっています。一番最初の頃は、イランに対して支援を求め、長射程の大型ドローンの輸入を進め、またライセンス生産を行うことによって、ウクライナに対する定期的な攻撃を行い続けています。そして人員と大量の砲弾といったもので、北朝鮮からは軍事支援を受けています。ちなみに、この軍事支援についての取引においては、お金のやり取りではなく、まずは物資と技術の支援といったものが見返りとしてもたらされているとみられます。北朝鮮にはないものは様々ロシアが持っています。
エネルギー資源にしても食料にしても北朝鮮に足りないものをロシアは非常に大量に持っています。また軍事技術という面においてもソ連の流れを組むロシアと北朝鮮では全くその技術差がありますから、北朝鮮が欲しい技術をロシアは大量に持っています。北朝鮮の軍事技術のレベルは低いものですが、だからこそ量を大量に保有することによって軍事力を獲得できる砲弾については、大量に保有し、また生産設備も持っているわけです。それが今はロシアにとっては非常に心強くなっています。また北朝鮮の独裁体制といったものは人海戦術とは非常に噛み合うものとなっています。兵士を大量に動員して、そして多くの兵士が亡くなったとしても、それが全く気にならない体制といったものが北朝鮮です。むしろ今回の記事で紹介したように、兵士たちをいくら突っ込んでもそれによって統治体制が強化される方向へと力が働くのですから、金正恩としてはこの戦争を大いに利用したいでしょう。そしてプーチン大統領もまたそうした体制と仲が良いことによって自国の侵略戦争を続けることができるわけなので、この共存関係はもっと深まっていく危険性があります。では、それによってロシア軍がものすごい猛烈に勝利をしているかといえばそういったわけではありません。戦争研究所の発表している戦況マップによれば、全体の状況としては膠着状態とも呼べるものです。一進一退の戦いが続いている中において、ロシア軍は徐々には前進しているものの、死傷者数の割合と見合うようなものではありません。ロシア自身も戦力的には中身が劣化しており、一方でウクライナ側もアメリカからの支援がどんどんと先細りしていく中において、奇妙な軍事力の均衡といったものが前線において成り立ってしまっているのです。せめてバイデン政権ぐらいの軍事支援も行っていれば、今の状況はもっと好転しているので、トランプ大統領はむしろ軍事支援によって和平を目指す方向へと考えてほしいものです。現状は平和を呼びかけることによってウクライナの足を引っ張り、ロシアを支援しているようなことになっています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。